犬を食べ、足裏の皮が剥がれ落ちても160キロを吹雪の中歩き続けた。これは南極に一人取り残された男の話だ。1912年、オーストラリアの探検隊が南極の奥地を目指す。隊を率いる地質学者のモーソンと犬ぞりを任されたニニスとメルツ。5週間、旅は順調だ。基地から500キロ、人類が未開の地だ。その日、先頭のメルツはスキーで雪原を渡り、モーソンはソリで渡った。最後尾のニニスだけが犬が引くソリの横を歩いていた。振り返るとニニスがいなかった。雪に隠れた氷の裂け目が口を開けている。46メートル下の棚に犬が2頭見えた。1頭は死んでいて、1頭はまだ動いていた。その下は底が見えない。2人は何時間も名前を呼び続ける。返事はない。物資も裂け目に消えた。最良の犬が6頭。テントの支柱と食料のほとんど。2人は引き返した。基地まで500キロ。食料が尽きると残った犬を1頭ずつ撃ち、それを食べながら進んだ。やがてメルツが動けなくなった。下痢が続き、皮膚が剥がれ、意識が濁っていく。メルツは寝袋から出ようとしなくなり、そのまま死んだ。犬の肝臓には大量のビタミン A が含まれている。ビタミン A 過剰症だ。生き延びるために食べたものが死因ではないかと、今はそう考えられている。モーソンは一人になった。基地までまだ160キロある。小さなノコギリでソリを半分に切り、引けるだけの重さに減らした。歩き出して数キロで足が痛くて進めなくなった。靴下を脱ぐと足の裏の皮が丸ごと剥がれ落ちている。モーソンはそれを薬で貼り直し、包帯で巻いてまた歩いた。1週間後、足元の雪が抜けた。モーソンは裂け目の中に宙吊りになった。彼をつなぐのはソリのロープ1本だけ。凍傷の手でモーソンはロープを手繰り這い上がる。その日からモーソンはいつでも登れるように縄ばしごを作って身につけた。基地まで47キロの地点でモーソンは雪を積んだ目印を見つけた。捜索隊が数時間前に置いていったものだ。中には食料と手紙。船はもう来ていると書かれていた。モーソンは地平線を見渡す。誰もいない。残り9キロ。基地近くの食料庫にたどり着いたところで吹雪が来た。外に出れば死ぬ。そこに1週間閉じ込められた。風が止み、彼が基地に着いた時、船はすでに出て行った後だった。3週間以上彼を待った末に、基地には6人が残っていた。彼が生きている可能性にかけてもう一冬を選んだ男たちだった。6人はすぐ無線で船を呼び戻した。船は引き返してきたが、暴風でボートを出せずそのまま去った。7人は地上で最も風の強い場所でさらに1年過ごすことになった。1913年12月、船が戻ってきた。出発から2年半が経っていた。モーソンは婚約者のもとへ帰り、翌年結婚した。モーソンは3人で越えた2つの氷河に名前を付けた。ニニス氷河とメルツ氷河。今も南極の地図にその名前が載っている。